日本の大学では、日本大学芸術学部の映画学科で映画理論を専攻していました。私のコースは実は週に1回しか登校日がないんですけど、その登校日の日にもう朝から晩まで事前に読んでこなきゃいけない文章とかがあって、それを事前に読んできて、でレクチャーは録画されてるものが学生がログインすると見れるものがあるので、そこでレクチャーを見てリーディング課題を読んできて、で、チュートリアルっていうちっちゃいそのディスカッションのクラスでそのリーディングについて自分が気づいたこととか感じたことをディスカッションしていくっていうような流れで進行しています。もう大人になって、もう高校が終わってからだいぶ時間が経ってたので、そこに体力的にも、精神的にもついていけるのかっていうのが一番不安でした。入ってみてすぐに友達ができて、高校時代とか大学の学部時代をもう一回ちょっと取り戻してやり直してるような気持ちになりましたね。その英語クラスの先生たちもここでしっかり横のつながりを作って、自分が置いてけぼりにならないように、もう寂しくて学校行けないとか誰も頼れる人がいないってならないように、最後まで手をつないで走りきれっていうことをずっと指導してくださる先生だったし、すごく仲良くて、私いまだに毎週会ってます、英語学校時代の友達と。A2 と A3 ですか？ A2 と A3 はまだ大丈夫です。 A3 から A4 が結構きつくで、 A4 からダイレクトエントリーはもう正気の里じゃないぐらい違うので、大学でよく使うであろう質問の仕方とか、これで文章を始めればいいだろうみたいなのが教えてくれて、それをスピーキングで練習したり、ピアレビューという友達にフィードバックを出せるようになろうという練習もあって、マスターに行ってもフィードバックの授業は私のところはあるので、すごく勉強になったというか実務的なポイントでしたね。ここは勉強はすごいハードだったので、私はもうストレスですごい顔中肌荒れしたりとか、あと本当に精神的にいっぱいいっぱいになって、先生にもう辛いみたいな泣きついて、でカウンセリング行ってこいとか言われたりしながら、なんとかその英語をやるっていうと文法をやるんじゃないかとかスピーキングをやるんじゃないかって思うと思うんですけど、結構このイングリッシュランゲージプログラムの実態って大学の準備っていう視点がやっぱすごく大きいので、アカデミックで求められるエッセイの書き方、それは IELTS でもないし語学学校のジェネラルイングリッシュとも全然違うものなので、このオーストラリアのアカデミックの、いわゆるウエスタンのアカデミックの感覚っていうのを理解できてないと、学部とか院に入ってからやっぱりすごく何を書いたらいいんだろうとか、どうやって提出したらいい点数になるんだろうっていうところが分かんなかったと思うので、一通りそこで約20週間勉強したことで、まず評価基準の読み方とか、どうやって提出したらいいのかとか、何がアカデミックで何がアカデミックじゃないのか、日本の大学とルールが全く違うので、そこを分かった上で入れたのもあって、おかげさまで現時点では割といいグレードが返ってきてるんですね。でそれはもう本当に ELP に行ってなかったら取れなかったと思うので、英語のプログラムをやって入ってよかったなと思いました。難しい。先生がとにかくめちゃくちゃいいので、先生がいいのは絶対大きいです。かなりサポーティブだし、教え方もうまいですし、これからアカデミックで使う全てのイロハをもう短期間で鬼のように叩き込んでくれるんですね。本当にすごい量、短い時間でやるんですけど、本当に定着するまで授業で言い続けてくれるので、すごくその実践的、自分で英語を使えるようにしていくっていうところをすごくプッシュしてくれる感じがありました。今の大学の方は大学のエッセイでヘッジングっていうはっきり言わない、要は誰もこれが 100% 正しいかってアカデミアの言い方で言うとわからないじゃないですか。その断定を避ける方法とかを勉強するので、グラマーというよりは表現みたいな
方に近いのかなって感じはあります。でも楽しいですね。なんか英語がより好きになった。もちろんすごい苦しかったし、人生で一番多分辛い期間だったってぐらい英語を勉強させられたんですけど、そのおかげで私英語のニュースが聞けるようになったりとか、英語の本の読むスピードとかもすごい速くなったし、スピーキングも友達と何気なく話すぐらいだったらそんなに言いたいことが言えないとかは全然ない状態なので、楽しむための英語の土台ができたと思います。なんかすごいタイミングのいいところで必要なことを教えてくれる。でそれを授業をさえちゃんとやってれば、当たり前についていけるんですね。でそれって多分すごいことなんですよ。授業をやってればついていけるクラスって、素晴らしい構成だってことだと思うんですね。私は英語学校に行かないで入学してたらと思うと、その王子のネイティブの感覚とか喋るスピードとかアクセントとかに慣れることはなかなかもう生活してたとしても難しかっただろうなっては思うんですね。特にチュートリアルとかだとかなり専門的な内容を皆さん早口で話すので、なのでそこについていく力、筋肉みたいなものは鍛えられたかなと思います。最後のクラスを担当してくれた先生は結構賢い方なので、どうやって大学で器用にいい点を取るか、どうやって手を抜くか、全て 100% 完璧にやったら潰れるよって、パーフェクトなんて絶対にできないようにカリキュラムされてるから、その中でどれだけいい点数を取っていくのかっていうことを卒業の直前にみんなに話してくれて、それってすごくリアルなスキルなんですよ。綺麗事だけ言ってると多分本当にやりきれないような量が出るので、それが実際にものすごく役に立っているので、会いに行ってます実は今でもそれくらい大好きな先生たちです。